はい、セリカさんです。今回は HG マイティストライクフリーダムガンダムクリアカラーを使って初心者でも簡単にできるラメ風塗装を解説していきます。塗装には光沢クリアのスプレーとラメの材料しか使わないので特別な機材が必要ないです。テンポよく解説していくので見返せるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは早速やっていきましょう。後で比較できるように軽く仮組み状態を確認します。外装や一部武装がクリアパーツになっていて基本的な配色の変更はないです。背面のプラウドディフェンダーはパール塗装のような見た目でクリアパーツではないです。以前に映画シードのブルーレイにラメ仕様のマイフリーリミテッドクリアが同梱されていたのですが買えなかったのでこのガンプラで再現しようと思います。普通の見たままクリアパーツになっているのですが日本刀の形状でクリアパーツは珍しい気がします。よく見るのはレッドフレームのガーベラストレートくらいなので刃がクリアパーツなのは新鮮に感じました。ここからメインのラメ風塗装をしていきますが最初に大まかな手順を紹介しておきます。パーツにクリアを吹きかけてからラメを振りかける、その後クリアでラメを保護するの順番でやっていきます。今の映像は単純な形状のパーツにクリアを吹きかけるために段ボールにパーツを固定しています。パーツの形状が複雑な場合は仕方ないのでクリップなどに挟んで作業します。先に仮組みのためにパーツを切り離しているのでこのようにやっていますが本来はランナーの状態で作業した方が楽だと思います。パーツの固定が終わったらすぐにトップコートしないで軽い事前準備をしておきます。作業場所に新聞紙を敷いておくとラメを振りかける作業の後に後片付けが楽になるのでやっておいた方がいいです。事前準備が終わったら光沢クリアをパーツに吹きかけます。使用しているのはカインズの光沢クリアですが最後にラメを保護する時にクリアをたくさん使うので容量が多いこのスプレーを使った方が安く済みます。このクリアは乾燥が早いので吹きかけた後は素早く次の作業に移ります。クリアをしたら乾燥する前にラメを振りかけます。ラメは100円ショップのセリアで購入したものですが今時どこの100円ショップでも似たようなものは売っているので好きなものを購入してください。映像のようにラメを一つまみして少しずつ動かしながら振りかけるとラメが1箇所に固まりにくくなります。クリップで固定しているパーツは角度を動かしながらクリアを吹きかけます。パーツを1個ずつ吹きかけるのはさすがにスプレーがもったいないのでなるべく同時にやりました。ただラメを振りかけるときは1個ずつやっていきます。パーツを回転しながらまんべんなくラメを振りかける必要があるためクリップを持ちながらの方が作業しやすいです。あとはラメを振りかけたいパーツにこの作業をしていくだけです。この作業が終わったら1日くらい乾燥させてから次の作業をしていきます。パーツが乾燥したら最後にラメ保護用のクリアを全体に吹きかけます。パーツを固定した状態で作業しても良かったのですがクリアの節約のためにある程度組み立てた状態でやりました。この組み立て前に少しラメ風塗装以外のこともしているのですがそれはおまけとして後で解説します。組み立てる時に気になる箇所があったらここでラメを振りかけて調整してください。ここで大事なことを言うのですがクリアは数回やることをお勧めします。クリアを数回して塗膜を厚くするとラメに奥行きが出て見た目が少し変わります。またパーツ表面のザラザラした手触りも軽減します。この工程があるので今回はカインズの大容量クリアスプレーを使っています。自分の場合はクリアを吹き付けた後は2時間ほど乾燥させてから再度吹き付ける作業を10回ぐらいやりました。本当はさらにヤスリやコンパウンドで磨いたりするといいのですが今回は初心者向けなので解説は省きます。最後に失敗した時の除去方法ですがパーツをマジックリンの中で放置するのが楽な方法です。マジックリンならパーツに悪影響もないので放置しているだけでいつの間にかクリアとラメが落ちています。実験としてラメ付きプラバンをマジックリンに入れて8時間ぐらい放置してみました。8時間後に確認してみると全部落ちていました。ちなみに8時間放置したのは単純に睡眠ついでにやっただけです。もしかするともっと短い時間で落ちていたのかもしれません。もし塗装に失敗したらこの方法でパーツをきれいにしてください。セリアで購入したクリアオーロラシートを使ってプラウドディフェンダーのピンクのラインを少し派手にします。このシートは2枚入りでかつシール式なのでこれだけで色々なところに貼ることができます。このシートはハサミで切れるのでガンプラ付属シールの大きさに合わせるように調整します。きっちり合わせる必要はないので程よく合っていれば大丈夫です。粘着面保護用のシートがあるのですが厚さが薄いので指だけだと剥がしにくいです。なのでシートの両面にテープを貼ると保護シートを剥がしやすくなります。自分のような不器用な人はこの方法でやった方がストレスなく剥がせると思います。シートを剥がしたら付属シールに貼り付けます。自分はオーロラシートを下にして付属シールを貼りましたがやりやすいと思える方法で貼ってください。ところどころ空気が入っていますがピンクのシール部分しか使わないのでほとんど気にしなくて大丈夫です。もしシールの上に気泡があったら指とかで押さえながら動かしてください。ここから少し大変なのですがシールの形状に合わせてデザインナイフとかで切っていきます。結構な数があるので大変ですがシールの形状がガイドになってくれて作業自体はやりやすかったです。たまに切れてないところもあったりするので何回かなぞった方が剥がす時が楽になります。あとはピンセットとかで剥
剥がしてパーツに貼るだけです。一応最後に気泡を確認して入っていたら抜いておきましょう。もちろん気泡を気にしない豪快な人はそのまま作業を進めてください。あとはパーツに貼るだけです。映像では先にラメがついていますが、正直その前にやっておけばよかったです。ラメが邪魔で少し貼り付きが悪いし、デコボコしたような見た目になってしまいました。後工程のことを何も考えないで作業していたのでこうなってしまいました。あと組み立てについてですが、シートとラメの厚みのせいでこのパーツをピンクのラインまで入れることができないです。もともとピンクのラインはずっと見える状態にする予定だったので問題ないですが、こうなる可能性があることは考慮しておいてください。もしかするとラメがなければ大丈夫だったかもしれません。他にも作業していますが、細かいことなので解説を省きます。あとは組み立てて完成品を確認してみましょう。ラメ風塗装をしてみましたが、作業自体はすごく単純で簡単だと思います。今回はクリアパーツにほとんどラメを吹きかけましたが、一部パーツだけやるとかでも楽しめると思います。一例としてクリアカラーの前振りを使って作業しましたが、普通のガンプラでも遊べるので色々とチャレンジしてください。普通の見たままクリアパーツだったのでラメを振りかけました。この形状でクリアパーツは珍しいので、そのままにしておこうかとも思ったのですが、ノリと勢いで一緒にやっちゃいました。もちろんビームサーベルも同様にしています。武装つながりでビームシールドにもラメを追加しています。ビームシールドはもともと特殊な見た目のパーツで派手なのですが、ラメを追加することでより見た目が変わります。シールドだけだったらお手軽にできるので、ラメ風塗装のお試しにはちょうどいいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではガンプラでいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。